よし、じゃあ今日もやっていきましょうか。はい、前回ね手直ししてこんな風になったんですけど、今回は全く同じ画材を使って自分ならどういけるかなっていうところで、今日もねいろんなポイント皆さんにもご紹介できるんじゃないかなと思うので、楽しんでいただけたら幸いです。やっていきましょう。よっしゃ、やっていこうか。はい、今日はねこういう細長いガラスの器を使っていこうかな。割とねこの器好きなんだよね、スタイリッシュで。ただ花瓶なので花を留めるのがちょっと難しいっていうところ。なるほど。しかもあれだね、中が透けてるから雑な固定の仕方はできないね。そうだね。ガラスだからしょうがないっちゃしょうがない部分もあるんだけど、枝とかでギュッギュッてやってさみたいな、ああいうやり方はあんまりできなくなる。まあやっちゃうけどね、純粋なガラスじゃなくてちょっと色ガラスじゃん、だから例えばこれ入れたとしてもそんなになんか気にならないでしょ。まあそんな特徴が。ちょっと水入れすぎた。まあ幅ない。はい、で、長細いすっきりとした器なので、お花もちょっとすっきりめにいけていこうかなと。ちょっとね画面からも切れちゃうんですけど、まあ、高さがあるからね、器にそれなりに高めにしないといけないね。そうバランス見てね。これだと器に対して短いでしょ、短い。だからまあどのぐらいかなっていうところでこのぐらいなのかな、あと下のボリューム感にもよるんだけど、もっとこうたくさんあればもうちょっと伸ばしてもいいだろう。前回みたいな技巧的なテクニックじゃなくて、ちょっとすっきりとシンプルにいけるんだけど、でも自然調ではないっていうところで、いいねその花瓶。いいよね、すっきりして、そうかっこいいんだよね。でまだこれだとスカスカしてこう動いちゃうんだけど、花材がこう詰まってくるとすっきりと立ってくれると思うので、そしたら次にスプレーストックをいけていく。バジルみたいな葉っぱしてるよね。ピザとかに乗ってるよね。こういう葉っぱも後でこう足すこともできるんだよね。ペタッとなっちゃってる部分はあんまりよろしくないんだけど、ピザに乗っけたりする。そうだね。この後手間おじが美味しくいただくので。花瓶だと沈んじゃうので、花瓶っつってね、沈んじゃうけど花でこう引っかかるかなっていうところで、ちょっとなるほどね、仮で入れておく。水に浸かりそうな葉っぱは取ってしまうと。あえてそのさ、花瓶の口元にうまく引っかかりそうな葉っぱはやっぱりすぐ残して引っ掛けるみたいな。そう全部取っちゃうとまあ緑が寂しいかなって場合は、上についてる部分はこうやってなるほどね。花もちょっとかわいそうですけど、うわ結構ぐらいに。なんで僕だけ。みんなでデビューできると思ってたのに。グループなんだこれ。グループだったから。今日一つ生きてる最中にポイントとして伝えれればなっていう部分なんだけど、今まで花材のこう移り合いっていうところで、例えば高低差つけて、で黄色いのもこうやって全体的にこうふわふわっと混ざり込むよね。でこれはこれで綺麗なんだけど、あえて今日は紫は紫で黄色は黄色って、これもちょっとここの部分が離れてるので、なるほどね。じゃあ長く取って、今までは男女みたいな感じだったけど、男女みたいな。そうだね。そうだねじゃねえよ。そうなんだ。全然わかんなかった。そうなんだ。こういう感じも今日だと紫と黄色ってすごく補色っていうか、それをあえて層に分けちゃうっていうのも一つの見せ方としてありなのかなと。ここ塊強い部分があって1本だけひょろっと伸びちゃってるので、じゃあこれも添えましょうか。でこのまんまだとペタッとくっついちゃってるので、溜めれるから少しこう、なるほどね、中心から離して空間を作ってガッと広がるようにしてあげると。どうですかね。まだこの辺ちょっとスカスカしてるので、これを引っ掛けていく。その曲線の出し方がなんからしさなんだよな。俺っぽいでしょ。ぽい。そう、すごいぽいと思う。あ、やったみたいな。出たみたいな。なんか言い方やだな。なるほどね。軽いからそういう風に線でボリュームをつけたりとか。線でね。線を出せ。で1本これでいいんだけど、ちょっと下の部分との関わりがまだ分離しちゃってるっていうところで、これを下と関わらせていくと。でこのまんまだとどう出すか、まあこうでもいいんだけど、でもう一つね面白い手法としてちょっと短くするかな。うわ
俺らもか。だから多少なりとも心が痛くなるからさこれもそうなんだけど、あれ返しって普通に逃げるとゆったりとした横の広がりっていうのが出てくるんだけど、今回は縦のスッキリさっていうところであえてこういう使い方じゃなくてこういう使い方をしてるんだけど、まあ、そういうところも自然ではないよね、こういう動きってこうが自然だから、だからまあ造形的な現代に当たるというところで、さっきのねこっちの作品でも見てもらってたんだけどこうしなるよね、なのでこの先端部分をこうくるっと丸めて、からのおち違ったおちきちだよな出たっつってここを針金で留めるとこういう輪っかができる。でこれをやっていくと面白い表情になるかなと。で今スイートピーとスプレーストックの高さっていうのが一緒になっちゃってるから、残ってるの1本もらってもいい？いいよ。なるほどね、溶け込ませると。そうそう、ちょっと高めに。まあ長短この辺も変化だよね。で色をこうやってはっきり分けるっていうのはリスクはあるんだよね。生け花らしいっていうかデザインっぽくなってしまう可能性がある。なるほど。だから普通はまんべんなく散らしてあげた方が一般的というか。手直しされる前の俺のやつさ、花がうまくバランス取れてたって言われたじゃん。俺あれ今だから言えるけど、完全に無意識で配列にしてたんだけど。いやそれはさすごいことだよ。いや頭だったんじゃねえかちょっと思ってたりしてそんなに考えてなかったなと思って。自然と多分その辺は身についてるんだと思うよ。最初の頃も自然調のお花も全部一緒だからね、考え方は。やったでやってるから、あんま褒めるとこうやって調子乗るからよろしくないんだけどね。まああっという間ですね。こんな感じかな。調子乗った方がいいんじゃない？多分ポカするでしょ俺が。そうねせっかく身についたことを使えずに終わるみたいな感じでこれ前言っただろうみたいなそこをねバシッと直すと、ね、そうこれ前説明したけど覚えてる？わかんない。動画的にはね先生的にはちょっとね悲しい言ったんだけどな全く成長していない成長が見て取れないですよし、まあこんなところかな。ちょっと見切れちゃってるんですけど、こんな感じで完成。はい、ということでもう一回やったら今やらせるかやらせるかこれ何にも言ってないのにやらせるから2作いけて、まあ今回もねこうやって同じ画材で全く違う表現になるんだよっていうのが見て取れたんじゃないかなと。そうだね、全く違うよね本当に。いや違うね。だけど今日は久しぶりってところで不完全燃焼的なとこあったね。まあやっぱりでもね、やっぱその話題を提供しないといけないっていう手直しの余白をね。そうこれがね今スタンダードで3本撮りっていうのをやってるんですけど、今こう手間落ちともいろんな企画考えてまして、これからもねいろんな生け花を通じた面白い取り組みっていうのかな、そうね、魅力をよりこう皆さんに伝えれるような活動テーマ取り組みっていうのをね引き続き配信できればと思っておりますので、楽しんでもらえると幸いです。そうですね、夢はねでっかくね武道館で個展で個展やりましょう夢はでっかくね夢はでっかくということで、また次回バイバイ。どうも。